こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。平貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材はこちら、平貝。っていうことでね、僕の住んでる地域では、この平貝とてもたくさん取れます。で、この貝は、貝柱がとにかく美味しい。ホタテみたいな感じなんですよね。こっちではホタテは取れないんですけど、平貝はとても取れますので、僕も大好きな二枚貝の一つですね。今日は魚屋さんに行ったら、いい平貝売ってましたので、たくさん買ってきました。安かったです。1枚300円ぐらいでしたね。普通はね、5、600円するんですけど、半額ぐらいだったんで、思わず全部買ってきました。で、この量だけパッと見ると、めちゃくちゃ多く見えるんですけど、実際貝柱だけ取っちゃうと、大したことないんですよね。この量あっても。紐とかも食べれるんですけど、やっぱり貝柱が美味しいです。なので今日はこちらの平貝を使いまして、平貝の貝柱しゃぶしゃぶ作っていきたいと思います。そしたらまずはこちらの平貝、全部剥いていきます。この中に、隠れエビっていう、寄生虫が生息してるんですよ。寄生虫っていうととっても怖いイメージがあるんですけども、この平貝に寄生してる隠れエビっていうエビはとにかく可愛いんですよ。それも皆さんに今日お見せしたいんですよ。でね、今見るとね、いるんですよ。じゃあ出していきますね。で、平貝はここがね、ガラ空きなんですね。で、ここから包丁を入れて、貝紐の裏から特に貝柱に沿って片方貝柱外します。いきます。開きますよ。せーの。よっ。はい、こんな感じですね。ほら、見えますか皆さん。この、ちょこちょこ歩いてるこの子。この子が、隠れエビ。なんかこう、ザリガニみたいですよね。ザリガニとかロブスターとか、そんな感じです。でこの顔見てください、顔。なんかこう、つぶらな瞳で、まるっとしてて、ハサミもめっちゃ可愛くないですか？で、この隠れエビっていうこのエビ、これね、食べれるらしいんですよね。で今日このエビも、素揚げかなんかにして食べたいと思います。で、この状態になりましたら、一度洗います。平貝っていうのは砂に突き刺さって生息してるんですよね。こんな感じですね。で、取るときはズボッと砂から抜いて取るんですよ。そのため、こういう風にね、泥がたくさん入ってるんですよね。これ全部砂です。かなり粘土質の砂が入っております。なんでこれ一回洗いますね。ちょっと洗います。はい。で、綺麗に洗えましたら、紐を持って、ビビビビビッと、貝柱と紐を外します。で、こういう風に貝柱だけ残ったら、こっち側の取った貝柱で、こういう風に、こうすると簡単に取れます。全然身も残らず、綺麗に取れますんでね。こんだけ身が残らないってことは、それだけ平貝の貝殻っていうのはめちゃくちゃ薄くて、鋭利なんですよね。だから、気をつけてください。これ手切れちゃいますんでね。そうしましたらこちらの紐の部分ですね。まずこの紐だけ取り除いて、こんな感じ。で、大まかに、こうヒレヒレ取っちゃいます。こういう感じ。こうですね。んでね、ここに2つ白い小柱みたいなやつがついてるんで、これも取ります。これも食べる人は食べますね。紐は美味しいので、さっとボイルして、ポン酢とかで食べると、最高の酒のあてになります。はい、ではもう一度剥いていきます。ここのガラ空きのところから、包丁を入れます。なるべく貝殻に身が残らないように、貝殻に沿って包丁を入れていきます。で、せーの。よいしょ。お、またエビがいましたね。2匹入ってる、2匹入ってる。3匹入ってる。皆さんどこに入ってるかわかりますか？まず1匹、こちらにいますね。2匹、ここ。3匹、ここ。かわいい。めちゃめちゃ元気。そしたら軽く洗って、貝紐を取り外します。この平貝めちゃくちゃ太いね。そしたらもう片方の貝殻で、ザクザクザクと落とします。で、貝紐を落として、はい、そうしましたらこのように全て剥けました。美味しそうな貝柱です。でね、ここら辺はこう膜が取れて綺麗になってるんですけど、これ、貝柱の周りに薄皮が1枚ついてるんですよ。これを落としていきます。取り方は簡単です。ここら辺から包丁を入れて、で、ピロ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 っと、こう剥いていきます。手で簡単に剥がれちゃいます、これ。ね、お刺身にした時にちょっと口の中残りますんで、これは取りましょう。プルンとなりましたね。そしたらじゃあ大きいところを4つぐらいスライスしてしゃぶしゃぶ用にしていきます。
貝ひももしゃぶしゃぶにしましょうか。そうしたら、ここにハマグリがちょうど2つありましたので、これもしゃぶしゃぶにしていきましょう。船盛りのお皿に乗っけて、貝ひもは半分に切って、船の先端に。ハマグリは、貝殻を片方外してで貝柱を外してむき身の状態にします。でここに置きます。よし。そうしたらこちらを切っていきます。だいたいそうですね、5ミリぐらいの厚さに切っていきます。このぐらいですね。あんまり薄すぎても食べ応えがなくなっちゃいますんでね。で、薄い包丁で切ってくださいね。手を切らないように慎重に慎重に切っていきます。結構ね弾力がありますんで切りづらいです。ホタテみたいにあんなサクッとは切れないですね。で今繊維を壊して切ってるんですけど、繊維縦に入ってますんで繊維に逆らわずにこういう風に切るとまた違った食感で美味しいです。こういう感じ。酒を入れてこんな感じですね。そしたら色合いでとびっこ、トビウオの卵ですね、ここら辺に入れます。でこちらすだちも乗せていきます。はい、これでしゃぶしゃぶ用の完成。そしたらこちらの隠れエビ、これ素揚げ作っていきます。一応軽く真水で洗って、真水にさっとつけたぐらいじゃ死なないですね。そんな弱くはないね、このエビ。で挟まれるとね、これまあまあ痛いっていうね。で。そうしましたら綺麗に洗ったこちらの隠れエビ。熱々の油の中に入れていきます。痛い、マジで痛い、やばいわ、どうしよう。そんなことじゃない、わかりますこれ。いったサワガニよりいて。でもこんなもんでいいでしょう。さらっと上がりましたら救出してペーパーにドサー。こういう感じですね。匂いはねめちゃくちゃエビせんべいの匂いです。お塩をかけましてお皿にのせたら完成。はい、じゃあ完成。いただきます。固形燃料に火をつけて、ストーブの弱火のところで、じっくり昆布だし煮出しときました。だいたい1時間ぐらい、ぐつぐつ煮込みました。もうめちゃくちゃ出汁が取れてます。そしたら昆布は取り出して、火に乗せて、蓋をして熱します。よっしゃ、食べていこう。いい匂い。じゃあ昆布だしに、平貝を、しゃぶと。さっとです。こんなもん。そしたらポン酢にくぐらせていただきます。うめえ。ちょっと熱することによって甘みがぐんと引き上がりましたね。またポン酢とよく合うわ。次はこちらハマグリしゃぶしゃぶいきます。こちらを昆布だしに入れます。ハマグリはちょっと長めにしゃぶしゃぶしていきますね。もう一個入れちゃおう。よいしょ。で、その間にポン酢にすだちをプラスして、そしたら今日はこちらご飯も用意しました。
もういいかな。この貝の内臓まで火が通ったら OK ですね。で、このハマグリからね、ニュルーっと出てくるこの細長い物体、これは寄生虫じゃないですからね。ハマグリの内臓の一部です。はい。そしたらこちら、昆布だしのお風呂から救出。そしてすだちポン酢にたっぷりくぐらしてクールダウン。そしたらこちらをライスの上に乗せていただきます。まっ、これ。初めてハマグリしゃぶしゃぶやったけどビビるわこれ。うますぎるな。酒蒸しとはまた全然違う美味しさがある。で、こうハマグリが入ったことによって昆布だしが一気に白濁しました。もう一回いいですかこれ。めちゃくちゃうまいぞこれ。うまっ。やばい、ハマグリしゃぶしゃぶめっちゃうまい。もっと食べたい。ちょっとこのスープもいただきますか。ハマグリと昆布だしいただきます。うまっ。ここにちょこっとお醤油入れたら美味しい魚介スープだ。次こちら、貝ひも。これもしゃぶしゃぶしゃぶとして、ちょっと半生ぐらいでポン酢にくぐらしていただきます。美味しいな。旨味自体は貝柱と比べてもう全然強くないんですけど、歯ごたえが面白い。で、表面がね、ちょっとヌルヌルっとしてるんですよね。それもまたね、アクセントで美味しいです。うまい。そしたら次こちら、問題児、隠れエビの素揚げ。いただきます。うまっ、これ。俺これサワガニより好きだぜ。エビの旨味が強い。頭のところの濃厚なエビの旨味がたまらん。車エビの頭の唐揚げみたいな味します。はい、ということで今日はこちらの平貝のしゃぶしゃぶときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん。銀色のやつ。だけど白。ドライフリーですね。今日は今から運転がありますので、フリーで行かせていただきたいと思います。はい、こちら、長谷さんですね。いただきます。フリーもうまいよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はたくさん平貝を買ってしゃぶしゃぶにして食べていましたけども、美味しかった。特にハマグリ美味しかった。あれ今度動画にしよう。もちろん平貝も美味しかったです。で、平貝って何がいいかというと、一つの貝で全く違う味と食感が2種類楽しめるんですよね。とっても料理してても面白い貝だと思いますので、皆さんもぜひ平貝見かけた際はチャレンジしてみてください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。